リッツスカートのおう書き方について聞きたいんですけれども、ボックスタイプっていうかと思います、立体的に書くとしたらこんな感じになりますよね。線一本があるだけでなんかリアルさが出てる気が、そうですね。影をつけるとどんな感じになりますか？ここら辺はこんな感じで、ここもたるんでるからこんな感じで影を入れておくとそれっぽく見えたりします、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はフリルとかシワの流れでプリッツスカートの書き方について聞きたいんですけれども、普通に前から見てこういう感じで書いてる人が多いと思いますが、難しいのは歩く時にとか風が吹く時とか、どう膨らみを持たせることができるのか、どこに角度をつければそれっぽくなる。その時々のシチュエーションによるんですけどね、まあだいたいこういうプリーツの付き方っていうのは断面図で書くとそうですね、こんな感じのなるじゃないですか。あります。そうですね。ボックスタイプっていうかと思います、それぞれデザインお好きな方を書くようでしたら、それはそれでちょっと立体的に書くとしたらこんな感じになりますよね。大体の形が、線の入る方向こんな感じかなとか、ちょっと奥の方はこんな風になってるとちょっと見えてる感じですね。それを意識しながら内側が見えるやつとちょっとそれが反転してっていうのと見え方がちょっと違いできますよね。ここの線を書くと、プリッツをちゃんと全部書いた場合はどんな感じになるでしょう。ここにラインがあるとするとこう入ってくるから奥側に行ってからまた出てくるんですよね。こっちの方になりますよね。時々そういうスカートありますね。こう奥に行ってからこれはもうちょっとそうです、こっちですね。こんな感じなのかな。この膨らみが結構なんかいい感じだと思いますね。多分むしろこれとこれがあるからなんかバランス動きがあるように見えるんですよね。ただこっちは膨らんでこっち側また出てくるというなんていうかモチーフとしてよく使われていますか？そうですね。立体的に見せようとするとやっぱりこういう風に奥の方の描いた方がいいですよね。こっちもこうすると奥行きが出るじゃないですか。そうですね。確かに見えなかった。次はよくある前回のシワの話につながっていますので、よくスカートがあってその上にセーターか何かがあります。でそのセーターがスカートをちょっと圧力っていうかここら辺にちょっと押していてスカートがこっちから出てくる。こんな出てないんですけど、よくはアニメとかでもそこまで考えずにこうスカート描いてる場合はあると思いますけど、ちゃんと細かくプリッツスカートであることをもう少し活かしたい時、そうですね。こういう場合はなんかフリルっぽく書いてしまったんですけど、どう書こうか。こんな感じですか？ここは意外と重要には見えますの。線一本があるだけでなんかリアルさが出てる気が。そうですね。こういうところ一直線に書くと硬い絵になってしまったりするので、やっぱりちょっと微調整ということで全部は書かずに途切れ手を書くときも指2本がちょっとつながってるかな。ちょっとこんな表現をすると柔らかい表現になるじゃないですか。そうですね。柔らかいです。爪もね全部区切ってしまうよりこっちの方が爪も同じ色で描いてしまいますよね。
まあ大体マニキュアでもしない限りはそんなに差異はないと思うので、こだわる必要はないとは思うんですけどね、個人的には。影をつけるとどんな感じになりますか？ここら辺はこんな感じで、足はその、スカートが複雑な形してても、足は直線でいっちゃいます？そうですね、細かく折っていってもいいんですけど、はい、まあそれは好みなんですけどね。そうですか。なんか逆にそのちゃんと描くとなんかくどいっていう可能性があるかもと思う。まあ描く絵によりますよね。はい、プリーツを意識して影を入れるとこんな感じにまとめた方がいいのかなとか。動かすのももう少し難しくなる。光に対して影を正しく描くというより、体を意識させるためにある程度光は意識しつつも、はい、こんな感じかなって言ってつけていく方が気持ち、服の厚さを意識してこういう風に影を入れるとか、でここもたるんでるからこんな感じで影を入れておくとそれっぽく見えたりします。こんなところで。じゃあこんなところですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。このね、腰のあたりのたるみがあればそれっぽく見えちゃいますからね。それなりの生地のね感じも表現できるということで。